こんにちは。お絵かきツール講座第2回でございます。今回のテーマは線の引き方です。線の引き方、何を描くにしてもまずは線を引くところからでしょうと。早速何か描いてみますね。こういう感じでラフ画っていうんですかね、その下書きの前の段階によく描く感じの線がこんな感じなんですけども、結構おそらく初心者というか絵を描き始めの人にありがちなのが、これを見てこう線がガサガサザクザク描いてあるのが上級者っぽいみたいな、そんな印象からそれを真似てこんな感じで線引いたりしてませんか？これがね、実は結構見るんですけども、これは間違いでですね、何がいけないかと言いますと、線の一つのストロークが短いんですね。1回に引く線の長さ、こっちはこう結構勢いよく先の方まで描くんですが、それが短いと方向が定まらなかったりして、結局なんかあんまり形にならないんですよね。だからまず意識するのは、1回に引く線を長くすると線が安定するというんですかね。短い線をつないでこのカーブを描くよりも、これを何度かこう引いた方が綺麗な曲線になります。これは今ラフだからこうザクザクと線を引いていますが、これがですね、また清書となると上から丁寧にこう一本ずつ線を引いていくことにもなるんですが、その時もやっぱりこう線はなるべく一気に長く引いた方が綺麗になりますね。ここなんかもこうゆっくり線を引いてもいいのですが、こう描いた方が勢いが出るというか、ここの線にブレがなくなるんですよね。なので普段からこう長い線を引くように意識していると、線画もラフも綺麗に描けると思います。ただね、そういうのが苦手な方も中にはいると思うんですよ。こうゆっくり線を引きたいっていう人、そういう方のための手ブレ補正ですよ。今これ20に設定されてますが、これ0にすると本当に多分ゆっくり引いた時の線がゆっくり引くとブレちゃうんですよね、きっと。これ手ブレ補正を高めにして、今100にしちゃおう。するとゆっくり引いても、いやあんまわかんねえや。しかし、よく見るとやっぱりね、手ブレ補正100と手ブレ補正0ではやはり100の方が線がまっすぐ引けてますね。これはやっぱゆっくり描いた時に進化を発揮する。多少こうやって揺れても、揺れたわはい、今のはやりすぎです。あんな揺れることはないでしょ。猫に邪魔されるとかなければ。こんな感じでね、
線画を描くときも手ブレ補正をかければゆっくりでもまっすぐな線を引けると、素晴らしい機能です。こんな感じかな。はい。で、この手ブレ補正の数値なんですけど、今0と100が例に出ましたが、具体的にはどの数値にすればいいのかと。結構ね、自分に合った数値を見つけましょうみたいな結論よく見かけるんですが、僕はちょっとそれは違うなと思ってまして、さっき言った通り、この手ブレ補正っていうのはゆっくり線を引いた時ほど進化を発揮するんですね。これを見て皆さん気づいた方もいるでしょうか。このカーソルにちょっと遅れて線がついてくるんですよ。この線がブレたのをちょっと補正して後から線を引いてる感じなんですよね。だからこう早くこう描くとだいぶ遅れてついてくるわけです。なので早く描くときには手ブレ補正は高めにするのはおすすめできないということですね。特に字を書いたりするときとか、手ブレ補正に持っていかれて線が変なことになるんですね。あとはラフを描くとき、こう早く線をたくさん引きたいときは、この時もやっぱり補正に持っていかれてしまうので、こういう時は手ブレ補正をゼロにしちゃった方がむしろ自分の思った線が引けるのではないでしょうか。なのでこれ手ブレ補正は使い分けが重要なんだと僕は思っております。ね。はい、アイビスミンの皆様、人事だと思ってましたね。ちゃんと手ブレ補正あるんですよ、ここに。使ってますか？もう今クリップスタジオで説明した通りの使い勝手なんですが、よいしょ。大体ね、ほんと早く書きたいときは手ブレ補正をいっそ切っちゃって、で清書とかゆっくり線を引きたいときに手ブレ補正を高めにかけるといいと思います。そんでですね、この事前補正と事後補正ってのありますね。これがね、結構見て分かりやすいくらいに違いがありますね。この事前補正ってやつがさっきクリップスタジオで説明したものと多分一緒の機能なんでしょうね。で、事後補正は線を描いてる間はなんかだいたい自由に描けるんですが、こう離した瞬間ちょっとね線が綺麗になると。これが事後なんでしょうね。こっちの方が気持ち補正が強い感じがします。これは好きな方を選べばいいんじゃないでしょうか。で、あとなんか他にもいろいろありますね。で、これきっと気になってる人も多いんじゃないかな。強制入り抜きって何ぞやと。なんだこれと。入り抜き。このペンを書き始めと書き終わりの形状ですね。これは。ただそんだけのことです。これは直線ツールとか使った方が分かりやすいんじゃないでしょうかね。太めにすると、ね、もっと太くしよう。ほらほら。線の始めと終わりがこんな感じに自然になりますよと。入りの長さを長くしてあげると始めのとこだけ長くなったりするわけだ。これも別に好きに使えばいいとは思うんだけど、
これでまた注意した方がいいところといえば、iPhone7 以降を使ってる方は 3D タッチでしたっけ、筆圧を感知するんですよ。指を強く押すと太くなって弱くすると細くなるっていうのが、もうほんとペンタブさながらの書き味で再現できるんですが、多分 iPhone7、iPhone8、iPhone10 あたりかなの人はこの機能が使えるんですが、これを使っていると強制入り抜きをした時にこんな感じにしてると、強制のが強すぎちゃって筆圧の太くした分が全部吸われて細くなっちゃうんですね。そこだけ注意してほしいかなと、そんなとこですね。はい。はい、以上で今回の線の引き方については終わろうと思います。前回の動画にコメントいろいろありがとうございました。質問などなど読ませていただいております。ただ質問に全部答えてると話の内容が飛び飛びになってしまいそうだったので、今回は線画についてだけ集中的にお話ししました。今後どういう形になるか分かりませんがよろしくお願いします。第2回お絵かきツール講座でした。またね。